しとこう。よいしょ。なんか体調悪なって帰ったらしい。そうなの。それならそれで寝とけばいいの。雨降ってるやん。やばかったん？いや今週じゃないとさスケジュール合わんかったって量。じゃあゆずきは連絡した？した見てたわ。おはよおはよう。確かに今日ここに来る準備しながら変だなと思った。本当はわざわざ弾く必要ないのになって。あ、そういう意味じゃなくて向かう時間とかわざわざ。今さらそうだね。でもここだったら強行突破できないからお互いいろんな意味でスケジュール今日やりたかったな。今日やりたかったなもう。くそ。ゲスト宇宙にて貴様を待つ。受けて立つ。でもなんで初音と結婚というか恋愛自体したのかは初音といる時の自分が好きだったから。なんかちゃんと考えたら謝ることばっかでかっこよくないね。ダサい本当に。で何が言いたいかというとずっとは一番にはできないと思う正直。初音と付き合うことになった時も結婚する時も変われると思ってたけど変われなかったから。そうなんだ。でもそれは基本的には子供が一番でもたまに俺が一番なこともあって初音が一番の時もあって、子供が大きくなったら俺らの一番がまた増えて、でも2人目が生まれたら俺らの一番は少し減ってしまうけど、ちゃんと初音の一番をちゃんと考えていけたらいいなと思ってる。ごめん。初音には正直甘えてたし、ここで変わるって言えないのもダサいし、けど無責任に変われるって言えないのが正直。俺の一番自体が初音に甘えないものにしたいし、そう変わっていきたい。これは本当、子供にも甘えられない。それは当たり前だね。
隠し事してるからさ、ちょっとよくわかんないところあるよ。踏み出してくれてありがとう。本当だよバカ。明日には家戻るから荷物取りに一回実家帰る。分かった。まあいろいろあるだろうからさ、ちょっとゆっくりしようかなって思ってる。でもちゃんとした方がいいし、任せるけど好きにして。いや、なんか私も想像で話してるからちょっと意味わかんないや。明日以降そういうのなしね。了解。今日どうする？あ、リハやる？いやいや、何回練習してもいいよ。リハやるにしたって薫しかおらんや。ゆずきとか来れないかな？ああ、昼からとか？外のシーンカットするか。まあ亮がおらんかってもさ、まあ他のキャストのシーン撮ればいいやからさ。あ、でもそれやったら15分いかんくなるか。でも外のところ最初一番こだわりたいんじゃないの？いや、あれは俺のこだわりなだけやし。それ一番大事にして撮ろうよ。うん。じゃあ今日着替えてカラオケ行く？カラオケ？じゃあその後さ、ボーリングやらへん？いいよ。どうぞ。ごめん。今日で最後かな。ごめんね。有給取ってさ、再来週くらい旅行でも行く？いや、同僚として。今が最後で大丈夫です。すいません。今が最後でお願いします。あれ、逆転で振られてる？はい。浩太さんと初めて経験したこと、楽しかったし嬉しかったです。おー、そありがとうございました。う。うん。結局敬語治んなかったね。はい。じゃあまた会社で。気をつけて。ではキャストが皆さん集まったところで紹介させていただきます。彦星役の前笠薫さんです。お願いします。お願いします。そして
織姫役のフランスゆずきさんです。よろしくお願いします。お願いします。そして彦星のおかげで今回の敵役荒木ひろさんです。よろしくお願いします。お願いします。そして彦星の最大の敵天野役の清太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてヘアメイクで入ってくれる有馬家さんです。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。清太郎くんってメイク終わってる？うん、全部終わってるよ。ではもろもろよろしいでしょうか。有馬家さんメイクってちょっと濃い方が。じゃあやっていきますか、そろそろ。よし。変だよね。この前振った相手と自信のチームで一緒にやるの。ありがとね。とりあえずね。でもそれさ、変わってるけど変じゃないんだよ。うわー、結構あるな。俺が書いてなかった8ヶ月分の薫にもらった手紙の返事で持ってきた手紙で紙がなくって裏に書いてごめん。あとさ、夢は見てないって思ってても忘れてるだけで実は見てるっていうしさ、悪夢だとしてもどうせ覚めたらどうせ忘れる夢だから必死に泳いで大丈夫だと思うよ。見つけた。何してんねん。出たな。なんやとエンジン組むぞ。あ、その前にメイク忘れとるから。メイクお願いします。みんなありがとう。はい。お。よし、行くぞ。行くぞー。
薫のことを考えてなくてごめん。薫と別れてから一人になるのが怖くて、どうにか一人にならないようにしてきた俺だけど、あれこれさっき話したか。まあいいか。でも薫と一緒に一人ぼっちなら、仮に誰かといる時よりも一人じゃない気がする。今日会ってくれてありがとう。いつか死ぬことと引き換えてまで飛び出してきた雨やまず夜も明けない奇跡だらけの世界、捉えようによってはで変わられては散々で、誰にも気づかれないように酸素を目に盗んだ。でも退屈するにはもったいないから、この壮大で稚拙で劇的に平穏で斬新なストーリーの大胆で緻密で華麗で単調で残酷な続きを、答えをおぼろげな問い解き明かすように話すよ。減ってゆく命数えるたびに伸びたはずの線、けども伸ばした手は空に遠くなる気がする。火をつけて吐き出した期待はもう私のものではなくなってきている。この壮大で稚拙で劇的に平穏で斬新なストーリーの大胆で緻密で華麗で単調な続きを君に、枝分かれた先すべてに香るように話すよ。101年目の君にもかするように話すよ。ただいま、帰ったよ。もう着替えてから寝なさいよ。香り、香り。